皆さんこんにちは、アンリです。今日は XAI が満を持してリリースしたグロック4.3ベータが月額$300のスーパーグロックヘビー専用からたった月額$30のスーパーグロック通常プランへと一気に開放されるという業界激震ニュースを起点に、その本当の意味を深掘りしていきたいと思います。事実関係から整理します。グロック4.3ベータは2016年4月に登場した XAI の最新フラッグシップモデルです。リリース直後はスーパーグロックヘビーという月額$300の最上位プランに閉じ込められており、一般ユーザーの手の届かない位置にありました。それが2026年4月下旬、XAI がグロック4.3を月額$30のスーパーグロック通常プランへロールアウトすることを正式に表明したというのが今回のニュースの中心です。価格は10分の1。これは単なる値下げではなく、XAI にとって価格戦略そのものの大転換を意味します。機能面では4本柱が揃っています。1つ目はPDF、PowerPoint、Excel をチャット内で直接生成するネイティブな文書生成機能。2つ目は動画ファイルを直接読み込んで内容を理解するマルチモーダル機能。3つ目は200万トークンという西側 AI モデルとして最大級のコンテキストウィンドウ。4つ目はオートファストエキスパートの3モード切り替えによる思考深度コントロールです。スペック面で押さえておきたいのは、グロック4.3が16エージェントヘビー構成という独自アーキテクチャを継承しているという点です。これは複数の専門家エージェントが同時並行で同じ問いに取り組み、それらの推論を束ねて答えを出すという仕組みです。そしてナレッジカットオフは2025年12月、つまり情報が新しいという強みもあります。ここから先は皆さんが今後グロックを使うかどうかを判断する材料として、ニュースリリースには出てこない文脈を加えていきます。まず歴史的経緯です。グロックは2023年11月 X、当時のツイッターの中でイーロン・マスク氏が立ち上げた XAI によってローンチされました。当初は皮肉とユーモアを売りにしたチャットボットで、性能面ではチャット GPT やクロードに大きく見劣りしていたというのが業界の共通認識でした。それが2024年8月のグロック2、2025年2月のグロック3、そして2025年7月のグロック4と立て続けにメジャーバージョンを刻みます。特にグロック4の段階で複数の専門家エージェントを束ねる16エージェントヘビー構成という独自路線を確立しました。グロック4.3ベータはその路線をさらに洗練させた最新形だと位置づけられます。ここで注目したいのは、XAI が当初最高性能モデルを月額$300のスーパーグロックヘビーという法人クラスの価格に閉じ込めていたという事実です。これはオープン AI のチャット GPT プロ月額$200、アンソロピックのマックスプラン月額$200と比べても割高でした。つまり XAI は収益化を急いでいた、もしくは計算資源の不足によって高単価ユーザーに集中させたかったという背景が伺えます。その状況がたった半年で逆転したというのが今回のニュースの本質です。XAI は2026年4月初旬に3日間限定で$30プランの利用者にもグロック4.3を開放するといういわば無料デモを実施しました。これは明らかにユーザーの食いつき具合をテストするためのキャンペーンです。そしてそのデータをもとに2026年旭座下旬の正式ロールアウトを決めたという流れです。要は XAI は市場の反応を見てから価格戦略を切り替えたということです。次に機能面のファクトチェックをいくつか行いたいと思います。まず200万トークンというコンテキストウィンドウについて、確かにこれは2026年5月時点で公開されている主要な西側のクローズドモデルとしては最大規模です。具体的にはアンソロピックのクロードオーパス4.7が標準100万トークン、
オープン AI の GPT-5 系列がモデルにより約40万から100万トークン、Google Gemini 3.1 Pro が200万トークンという状況です。つまりジェミニとほぼ並んでいるというのが正確な表現で、西側最大と一言で語るには厳密には引き分けに近いと言えます。要出展の余地ありです。次にドキュメント生成機能、つまり PDF、PowerPoint、Excel の直接生成についてです。これは確かに目玉機能ですが、実は他社も同様の方向に動いています。マイクロソフト365のコパイロットはオフィスとの深い統合で、従来から強くチャット GPT もキャンバス機能、コードインタープリタ機能で PDF や Excel を直接出力できます。クロードもアーティファクト機能でドキュメントを生成可能です。つまりグロック 4.3 だけが特別なわけではなく、業界全体の収束点に追いついたというのがフェアな評価だと思います。ただしグロックならではの強みも確かにあります。それは X、 つまり旧 Twitter のリアルタイムデータと統合されているという点です。例えば最新の X 投稿を踏まえてプレスリリースを書く、特定のハッシュタグの議論動向を分析してマーケティング資料に反映するといった用途では、チャット GPT やクロードよりも明らかに有利です。これはニュースリリースでは強調されていませんでしたが、私は本機能が真の差別化要因だと考えています。3つ目のファクトチェックは価格の話です。$30プランへの開放は歓迎ムードで報じられていますが、実は同社は2025年中スーパーグロックヘビーの解約率の高さに苦しんでいたという報道があります。要出展ですが、複数の海外テック誌でヘビー解約者の多くが価格に見合う実質的な利用機会がないと指摘されていました。今回の$30プラン開放はユーザー定着戦略の修正という側面もあるわけです。ここからは関連ニュースと続報を加えます。まず XA は2026年4月シリコンバレーから移転したテキサス州メンフィスのデータセンター、通称コロッサスを30万 GPU 規模に拡張する計画を発表しました。これは現在の世界最大級の AI トレーニング基盤になる見込みです。グロック 4.3 の200万トークン処理を低コストで提供できる背景にはこの自前インフラがあります。逆に言えば XAI は自社で計算資源を確保したからこそ価格を下げる余裕が出たと読むこともできます。次に批判的視点です。グロックシリーズは過去に複数の論争を起こしています。2025年5月には不適切な政治的発言をボットが繰り返したとして XAI が緊急パッチを当てる事案がありました。また2025年9月には内部のシステムプロンプトが流出し、特定の人物に対して批判的非対を抑制するよう設定されていたという報道もありました。グロック 4.3 でこれらの問題が完全に解決されているかは未検証で、特に企業利用では注意が必要です。ファクトチェックとしては要デ量位の余地が大きいと言えます。加えて動画理解機能についても冷静に見る必要があります。30秒の製品デモ動画をアップして特徴を洗い出すという活用例が示されていますが、現時点でアップロードできる動画の長さや解像度には制限があります。具体的にはベータ仕様で最大10分、解像度 720p までという報告があり、長尺動画の分析は別ツールが必要になる場合が多いです。これも法出展で正式仕様の発表待ちという状況です。さらにジェミニや GPT-5、クロードオーパス 4.7 との比較でいうと、ベンチマークの差は意外と小さいというのが2026年4月時点の業界レビューの大勢です。例えばコーディングではアンソロピックのクロードがやや優勢、推論ではオープン AI の GPT-5、マルチモーダルでは Google ジェミニが頭一つ抜けているというのが業界共通認識です。グロック 4.3 はそれらのいいとこ取りを狙ったが突出した分野はまだないというのが冷静な評価です。ここで日本視聴者の皆さんに向けた具体的な示唆とアクションを3つお伝えします。1つ目のアクションは
30ドルプランへのロールアウトを必ず確認してから契約するということです。5月中旬頃に通常プラン開放と予測されていますが、地域によっては遅れる可能性があります。日本居住者の場合、X プレミアムやスーパーグロックの請求が円建てで揺れ動く可能性も含めて、 XAI 公式ステータスページで自分のアカウントに機能が来ていることを確認してから課金を始めるのが安全策です。焦って300ドルプランに加入すると、数週間後に同じ機能が10分の1で使えるようになるという事態が起こり得ます。2つ目のアクションは、ドキュメント生成機能の検証用にチャット GPT、クロード、グロック、4.3、ジェミニの4つを並列に試す月を作るということです。具体的には、自分が普段業務で書いている資料、例えば営業提案書、社内議事録、Excel の月次レポートを4つの AI に同じプロンプトで作らせ、品質と作業時間を比べます。1回試して比較表を作っておけば、半年後の解約継続判断の時に必ず役に立ちます。 AI は最強の一本を探すよりも、自分の業務に合う一本を探す時代に入っています。3つ目のアクションは、200万トークンのコンテキストウィンドウを自分の蓄積データで一度活用してみるということです。例えば、過去2年間のスラックログ、過去1年分のメール、過去5年分の社内ウィキ、過去10年分の自分の日記など、これまで入りきらないから諦めていた資料を一括投入し、抽象的な問いを投げてみます。自分が最も気にしてきた問題は何か、この組織は何を学ばずに来たか、いった問いに対して200万トークンの処理能力は本当に異質な価値を出してくれます。これは月額30ドルで手に入るとは思えない体験で、私自身も最初に試した時には鳥肌が立ちました。ここで一度まとめます。グロック 4.3 ベータの30ドルプラン開放は確かに業界にとって大きなニュースですが、その本質は XAI の価格戦略の修正であり、機能的には他社がすでに到達しているレベルへのキャッチアップです。一方で、X リアルタイムデータ統合と巨大コンテキストウィンドウというグロック独自の強みが明確に見えてきたタイミングでもあります。最後に、私が皆さんに一番伝えたいのは、AI モデルの並列体験を恐れないでほしいということです。日本のユーザーは一つのサービスに腰を据える文化が強いですが、生成 AI に関しては複数のモデルを試して肌感覚で比べることが最も安価で最強の学習法です。30ドルプランへのロールアウトが来たら、ぜひこの機会にグロック 4.3 を加えて4つ並列の月を作ってみてください。その経験が皆さんの次のキャリアの武器になるはずです。それでは今日はここまで。動画が役に立ったらチャンネル登録と通知ベルぜひお願いします。コメント欄では皆さんが現在使っている AI モデルとその理由をぜひ教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。